こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。前回は、年齢を偽って24歳と言い張る女性を、どっかのお兄様と一緒にボコりました。24歳は無理ありますって。ちなみにこちらザビ家の方々。長男ギレン、35歳。三男ドズル、28歳。長女キシリア、24歳。四男ガルマ、20歳。オトンデギン、62歳。次男のサスロは年齢不明らしいです。と、こんな感じの年齢だが、ガルマはまあ妥当、ギレンもまあいけるかな。ドズルとキシリアはさすがに年齢設定に無理があるでしょう。ちなみに昨今のキシリア様はこんな感じ。誰ですかこの人。10年でこうなる予定らしいです。さすがに完全に別人です。と、ザビ家話はこの辺にして、インターミッションに戻りましょう。今回のステージは機動力が必要なので、現時点で2回行動ができるエマさんとケイラを F91、ビギナギナに乗せ替えます。正直2回行動できないと、このステージでは戦闘すらできない可能性が高いです。そして改造。F91 とビギナギナのエネルギーを10段階改造します。これでもエネルギーが切れちゃうのがこの2機の困りどころです。そして強化パーツ。こちらも移動力強化のため、メガブースターを装備です。そして少しでも硬くするためコアブースターにハイブリッドアーマーを。それでも無改造では装甲が薄いので、配置位置は気をつけたいです。ということで戦力を分散させるやり方とまとまって行動するやり方があります。細かい違いは後で説明するとして、今回はまとまって行動します。そしてマップを ABC から選択します。ちなみに正解は C なので、手っ取り早く行く場合は C からどうぞ。10機しか出撃できないので、ある程度選別します。選出理由は、経験値ボーナスが欲しい人。ということでシナリオスタートです。このステージは話した通り、A、B、C の3マップが存在しており、どのステージも勝利条件はソーラレ以上に時期が待機することです。なので、行ってしまうと最悪戦闘の必要すらありません。各マップの制限ターンは15ターンとなっていて、先ほどの選択にあった分散の場合、戦力が少ない代わりに3ステージとも15ターン以内にクリアすればいいのですが、固まって行動している場合は ABC 合わせて15ターンでクリアする必要があります。最終的には C さえやれば良いので、無駄なステージは行かないという選択をすればターン数に余裕はできますね。まあ今回は A を選んで無駄なステージを進んでるんですが、だって、ABC それぞれで精神ポイントボーナスがもらえるんですもの。ちなみにこの制限ターンが15というお話。ちょっとあやふやな点があるので、ステージクリア時にでもお話しします。ということでなるべく早くクリアするため、2回行動のできるキャラでガンガン進んでいきます。この A ポイントの敵は強敵と言えるのはラカンのドーベンウルフだけで、残りは全員エリート系です。強化兵もいません。基本的にはダバ、エマさん、ケイラの3人でガシガシと削っていきます。よってたかってエマさんが狙われています。
99%という命中率が怖いですね。なおも攻撃され続けています。意外にも全部避けて、反撃で2体落としました。おかげでエネルギーの減りが早い。これはさすがに盾かな。この人も見えない盾使うんだから。これだから肩に盾があるやつは。ラカンさんも攻撃してきました。ちょっと命中率があったし、食らうと痛そうなので防御しましたが、難なく避けましたね。そして当たりました。まあ今ターン最後のドライ戦だったので、よしとします。そして今さんはベスバーが撃てるのはあと一発。十分敵を減らしてくれたので、最後に一発大きくいきましょう。集中かけたらインコムに変えてきやがった。これは反撃当たりそう。バカ、この俺が。反撃なんてなかった。ということでラカンさん撃墜です。これで強敵と呼べる敵はもういませんね。あとはできる限りターンを短く終わらせることを考えたいですね。このステージを早く終わらせれば終わらせるほど、後のステージが楽になりますからね。ということで、ラバさん突貫します。浦木少尉は突貫したら大変な目に遭いますが、ラバさんは突貫しても何にも問題はないです。むしろ反撃で全部倒してくれぐらいの勢いで。さすがにダバさんに全てを任せるわけにもいかないので、ケイラさんもザク3の削りを援護します。このなんだと。戦闘のザク3が処理できたので、F91 はこのままここでドライ戦の処理をしましょう。もうベスバーが撃てないので、なるべく敵には狙われない位置で。ということで笑えるくらい無傷で前期に反撃して削りました。盾下のに瀕死まで持っていかれたんじゃ、化け物かって言いたくもなります。これで下のバウにも攻撃が届く。次ターンには殲滅が完了しそうです。ついに盾下のに倒してしまった。かわいそうなエリート兵。あなたは精一杯やったよ。2回行動を活用し、ザク3も処分完了。ちなみにこのステージですが、A から B、B から C のように、次のポイントに行く際は、いわゆる前後編の扱いと同じになり、気力が上がった分だけ下がります。いつものスパロボ F の害悪仕様ですね。今回はダバさんだけが集中して倒したので、比較的周りの気力は上がっていませんが、それでも敵を1機倒せば1上がります。戦艦に収容して少しは下げたとしても、100スタートできるのは限られそうか。普通は別々の機体を出すんですけど、そんな戦力はどこにもいませんからね。ということで幸運かけて最後のザンジバルを落とします。ごめん。やられた。
まごうことなき無双プレイでした。まあターン数が少ないのでね。ということで次は B ポイントに向かいます。なかなか C には行かない。ちなみに今 C に向かうと、ダバさんの気力が50ぐらいからのスタートになるのでめっちゃきつくなります。さあみんな気力が下がっております。80から90ぐらいってところでしょうか。これだけ低いとめんどくさそうです。ということで B ポイント。敵はアリアス、元イハゲ。いやアリアスって4段だから言い直すなよ。基本的にはエリート兵ばかりですが、後ろのビブロとバルバロには強化兵が乗っています。モビルアーマーには強化兵乗せなきゃいけない決まりでもあるんですか？そしてスレッガーさんが先ほどのステージの精神ポイントボーナスでレベルが上がり、2回行動できるようになりました。これは大きい。ダブルデータの2回行動は他の機体と比べ物にならないほど重宝しますからね。これでさらにマップ兵器が活用しやすくなりますね。ということで敵は相変わらず動いてきません。まあ防衛、というかダミーの防衛なんだから、動いてくるはずありませんよね。ひとまずアムで激励を使用し、スレッガーさんの下がった分の気力を上げておきます。これで気合2回行動ハイメガキャノンが撃てますね。遅い。少しはできるな。やらせるか。かわせた。ご覧ください。これが気力の差です。ちなみに先ほどまではクリティカルなしでも一撃で落としてました。クリティカルでようやく半分。ダメージの下がり方が露骨ですね。まあでも、敵の攻撃当たらないし、適度に減らせるっていう意味ではちょうどいいのかもしれません。いつもオーバーキルしますからねこの人。さあそして2回行動できない人々。全く追いつけません。暗証注意があるからなおさらですね。移動力の高いメタスと加速を使った GP03 がなんとか追いつけてます。今関係ないんだけど、前、イデオンガンのステージとか、その前の分岐シナリオとかで感じたんだけどさ。R&D って加速持ってないんですよ。加速持ってなくて射程1の武器がメインの機体って、びっくりするぐらい不便なんですよね。あと1マス届かない。っていうシチュエーションがあまりにも多いですね。しかもノーベルガンダム移動力5しかないし。アルファあたりからは移動後に3まで攻撃できるようになったりしてるからそこまで不便に思わないけど、1しか攻撃できない頃だと本当に使いにくいね。と、改めて思いました。スーパー系もなんだかんだみんな加速持ってるからな。意外と改めて感じる部分でしたね。ということで敵が固まってるので、ハイメガキャノンを撃ちたいところ。絶妙に気力が足りてないのが、なんとか上げれないかなと思ったけど無理そうなので、おとなしく激励で上げに行きましょう。バウ一体に外したみたいです。というかこいつら硬いな。運動性も高いし、走行も高いし、一体くれよこれ。武器もメガ粒子砲なので、誰でも使えるし射程も長いし燃費もいい。本当に生きてくれ。なんとかバウ一騎撃墜。ゲルググイエーガーは倒し終えたので、少し数が減ってきました。しかし、運動性が高いからか命中率が高いな。こっちは気力が低いので、下手に当たると一撃で持ってかれる可能性があるから、慎重に行きたい。いい感じに落とせました。グラーフ・セペリンは基本ザンジバルと大差ないので、
どうでもいいですね。なんでこんな戦艦出したんでしょうね。しかし効かない。気力低下の影響は大きいですね。敵がめっちゃ突っ込んできました。モビルアーマーは強化兵なので、2回行動してきます。しかしバルバロは所詮バルバロだった。あくまでバルバロであり、ブラウブロにはなれなかった。今気づいたことがある。ダブルゼータのエネルギーが100にしかない。ハイメガキャノンのエネルギー消費は100なので、2マス以上動くと撃てなくなる。そして補給が使えるキャを出してない。なんてこった。あんなにいい塊があるのに。最初着いた時に不用意に動かなければ。コアブースターだとこういう時に対応できないから精神コマンドの方が便利なんだよね。コアブースター出撃してないけど。エネルギー充填完了。いけー！ひとまず大体案の魂バスラン。いや硬すぎだろこいつら。縦したのか知らないけど、魂かけて4000って、いくら気力が低いとはいえ。ということで2マスだけ移動してハイメガキャノン。それじゃあ一丁行きますか。範囲がなんかブレてて分かりにくいけど、ラバさんは射程外です。バウ1体だけ。というかグラーフセペリンにクリティカル出して撃墜しやがった。なんてこったすぎますよこいつは。幸運かけて倒したかったんですがね。気を取り直してカッコ撃破していきましょう。まずは取りこぼしたバウから。ベスバーがいい感じに刺さり、2体撃墜。そしてこいつを残してしまうとプラズマリーダーを撃たれるので、熱血を使って確実に落としに行きます。バルバロも撃墜。さっきのバルバロを見る限り、ビグロも強化兵とはいえ所詮ビグロなので、問題はなさそうです。バーニーの攻撃が強化兵相手に 100% ってなんか不思議な気分ですね。強化兵も機体が悪ければ避けられないってことですね。限界って怖い。こやつ。そっちがその気ならこっちだって。久々のおはげさま、アリアスさんです。なぜか赤の指揮官両バウよりも緑の量産型バウの方が強いこの。せめてグレイーが出てきてバウ乗ってくれれば。さあこれで残りはアリアス1機。いくら硬いとはいえ、HP は少ないので苦労はしませんね。これなら。何？やられただと？一撃でアリアス撃墜。案外簡単でした。一応気力の上がってる人たちを戦艦に収容し、できる限り気力を下げて、ソーラレイに向かいます。ということで、今回はここまでです。3マップ全部に行ったのでさすがに長くなりました。1マップずつ分けてもよかったんですが、1マップ目と2マップ目があまりにも何にもなかったのでね。ということで、
ご視聴ありがとうございました。